今日のテーマは老眼です。はい、話します。遠くにするとですね、遠くの方が見えやすいと思います。老眼の方はね。はい、近づけますよ。で、近くになるにつれてだんだんぼやけてきますね。老眼の程度にもよりますけれどもね。こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日は顔ダンス完全マスター編12を実施いたします。若見えチャンネルで前半にアップした動画は顔の各お悩みの改善法をお伝えしてまいりましたが、これからしばらくはこれだけやっていたら全てのお悩みの解消、そして今後も老け顔にならないようにいつまでも若々しい顔を維持するメソッドとして顔ダンスを行っていきます。顔ダンスはたった17個のトレーニングを毎日することで若々しい顔を維持できる最強メソッドです。そして老化に伴うさまざまな悩みが出ないように未然に防ぐ方法でもあります。ぜひ一緒にやってみましょう。今日のテーマは老眼です。老眼になると近くが見えづらくなりますね。で、つい遠くに離してみますね。ですごく見えにくいっていうのは本人にとっても辛いことですし不便なんですけれども、若見えの観点から言うとですね、こういう顔をしてしまうんですね。老眼になってしまうと無意識に、こちら今スマートフォンをこう見てる状態なんですね。こういう感じで、ついこういうふうに離した上に目を細めて眉間にシワを寄せてしまう、こういうことですね。眉間にシワが寄ってますね。こういうふうに目を凝らして見てしまうんですね。これがですね、すごく年齢を感じる仕草になりますね。でも見えないからもう仕方がないですよね。で、こういう顔をしないようになるためにはですね、これ眼球で輪切りにしたところなんですけども、レンズの厚さを調節するこの毛様体筋っていう筋肉でレンズの厚さをこう厚くしたり薄くしたりしてるんですね。で、この筋肉がやはり加齢とともにですね、弱っていくことでレンズを膨らませることができない、厚くできない、レンズを膨らまして近くを見てるんですね。で、それができにくくなるのが大きな原因です。こういうふうに見えにくくなる原因なんですね。今日はですね、この毛様体筋のトレーニングをしていきます。近視になりたての時って中学生とかですよね。で、近視になった時って自分よりも周りの人が騒いでくれませんでしたか？視力回復センターに連れて行かれたりとか、眼科でなんかこういう顕微鏡みたいなのをこう覗いて緑のなんかこういう丸いものを見せられたりとかね、あと暗いとこで本読んだらダメよとかね、周りがうるさく言って、結構自分よりも周りの人が心配してくれましたけども、老眼の兆候が出た時は誰も心配しません。っていうか、もう自分の中で人にも言わないですよね。まあちょっと見えにくくなったぐらいはあるかもしれませんけれども、もう年齢だから仕方がないと諦めることがほとんどだと思います。でもですね、積極的にこの毛様体筋を鍛えることで少なくとも今よりも悪化することをかなり防ぐことができます。私もですね、こちらのトレーニングをずっとやってるんですけれども、今でも近くのものがしっかり見えるんです。小さい文字も全然大丈夫なんですね。ですのでですね、諦めないでやってください。顔ダンス完全マスター編17個ありますけれども、そのうちの一つがこの老眼を予防するっていうトレーニングですね。若見えの意味で言うと、こういう顔をしない、眉間にシワを寄せない、ね、このように、これはとても年齢感じますので、しっかりとこれから一緒にやっていきましょう。もう以前にですね、老眼っていうテーマで動画で一度アップしてますので、今日はちょっと復習っぽくなりますけれども、今日初めてこの動画を見られる方もね、分かりやすいように説明していきますね。はい、老眼のトレーニングはとっても簡単です。もうすぐできます。はい、指をこのように目の前に立ててくださいね。で、爪を見てください。爪を見ながらですね、遠くに離します。手をいっぱいまで伸ばしますよ。はい、で近づけますよ。で、しっかり焦点を合わせてください。爪に焦点を合わせますよ。で、途中で見えにくくなっても見ようと努力しましょう。見えなくても大丈夫なんです。見ようと努力するところに毛様体筋が鍛えられますからね。とにかく遠くにしたり近くに近づけたりしながらずっとこの焦点を合わせていく。はい、だいたい10センチぐらいまで近づけましょう。あまり近づけるとですね、ちょっとクラッとしますんでね、10センチぐらいが、近くても10センチまでですね。ここまでいきましょう。はい、離します。遠くにするとですね、遠くの方が見えやすいと思います。老眼の方はね。はい、近づけますよ。で、近くになるにつれてだんだんぼやけてきますね。老眼の程度にもよりますけれどもね。でも見ようと努力しましょう。見えなくても見ようと努力するところに毛様体筋がしっかり鍛えられます。はい、離しますよ。はい、近づ
づけます。はい、ぼやけてきても見ようと努力しましょうね。完全に見えなくても見ようと努力するところが大事ですよ。はい、今3往復しました。これ1日1回で大丈夫です。これで OK で復習しましょうか。もしもですね、手首が痛い方はこういうひねってこういうのが難しい方は親指でいいですよ。親指のこの爪でもいいです。どちらでもいいですよ。いきますよ。まずポンと目の前に指を1本置きます。人差し指を立てて、はい、離します。はい、速度はこれぐらいですね。近づけていきますよ。ぼやけてきても見ようと努力しましょうね。しっかり見ようと努力します。はい、だいたい10センチぐらいまで来たら、はい、離します。はい、しっかり焦点合わせたままですよ。はい、近づけながら焦点を合わします。見えなくても大丈夫。見えなくても見ようと努力するところに意味があります。はい、離していきますよ。はい、もう一回いきましょう。近づけて、はい、しっかり見たら終了。今日もですね、ゆっくり音楽に合わせていきましょう。はい、指を立てて遠くに離します。近づけます。しっかり見ますよ。焦点を合わせて。近づけてしっかり焦点を合わせますよ。割とゆっくりと今やりましたけれども、曲に合わせたのでね、だいたいですね、速度的にはですね、もう少し速くても大丈夫ですよ。最初なのでね、曲に合わせてゆっくりやりましたけどね、だいたいこういう感じで。はい、離して見る、しっかり見る、近づけて、焦点をしっかり合わせますよ。見えにくくても見ようと努力する。ぐっと近づけて見ようと努力しますよ。はい、離して近づける。はい、普段はねこれぐらいの速度で大丈夫です。あっという間に終わりますね。瞬きは普通にしていただいていいです。瞬きはね普通に楽にしてくださいね。とにかく焦点を合わせることに意識を集中しましょう。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。ご質問やご感想、こんな動画を作ってほしいなどお気軽にコメントくださいね。次回は顔ダンス完全マスター編13を動画配信いたします。顔ダンスを基礎からしっかりとお伝えしていきますので、頑張ってマスターしてくださいね。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。おきゃんママでした。